こんにちは。今回はですね、前庭神経炎という病気について、その危機から回復まで、ちょっとした旅をするような感覚で一緒に見ていきたいと思います。これ突然世界がぐるぐる回るような本当に恐ろしい経験なんですけど、でもちゃんと理解すれば乗り越えられる病気でもあるんですよ。ちょっと想像してみてほしいんですけど、もしある日突然、本当に何の前さむれもなく、自分の周りの世界が天井も床ももう全部が激しくぐるぐるって回り始めたらどうしますか？これ大げさじゃなくて、前庭神経炎になった方が体験するまさにその瞬間の感覚なんですよね。じゃあ、めまいって言ってもいろいろありますけど、この前庭神経炎ってどのくらい多いものなんでしょうか？このグラフ、奈良県立医科大学のデータなんですけど、見てください。めまいの原因って BPPV とかメニエル病がほとんどを占めてるんですね。で、前庭神経炎はわずか 4.3%。かなり少ないですよね。でもこの数字だけ見て、ああ、珍しい病気なんだって思うのはちょっと早くて。この 4.3% っていう数字とは裏腹に、症状の激しさとか続く長さっていう点では、患者さんにとってのインパクトはもうとんでもなく大きいんです。はい。では最初のセクションです。この世界がぐるぐる回る恐ろしい発作。一体どんなものなのか、その特徴をもうちょっと詳しく見ていきましょう。まず、前庭神経炎って何ってことなんですけど、すごくシンプルに言うと、耳の奥に体のバランスを取るための神経があるんですね。この前庭神経って言うんですけど、ここにトラブルが起きる病気です。で、大事なポイントが3つあって、まず、突然来ること。次に、激しい回転性のめまいが何日も続くこと。そして、ここが本当に一番大事なんですけど、耳の聞こえには全く問題がないっていうことなんです。発作が起きた時、具体的にどんな感じになるかというと、もうとにかく強烈な回転性のめまいが何日も続くんですね。当然そうなると激しい吐き気や嘔吐もあって、もう立ってることすら難しい。で、頭をちょっとでも動かすものならめまいがもっとひどくなる。そして、ここしつこいようですけど本当に大事なのでもう一回言いますね。耳鳴りがしたり、音が聞こえにくくなったりっていう聴覚の症状は絶対にないんです。ここが他の病気と見分けるすごく重要な鍵になるんですね。はい、じゃあ次のセクションです。ここでは診断について見ていきます。この目に見えない体の異常をお医者さんたちがどうやって科学的に突き止めていくのか。そしてもっと怖い病気の可能性をどうやって消していくのか。そのプロセスに迫ってみましょう。このスライドめちゃくちゃ重要です。というのも、この激しいめまい、もしかしたら命に関わる脳卒中かもしれないっていう可能性を考えなきゃいけないからなんですね。じゃあどう見分けるか。前庭神経炎のめまいはとにかく回転がメインで他の神経の症状はない。一方、脳卒中の場合は手足がしびれたり、ろれつが回らなかったり、そういう症状が一緒に出ることが多いんです。あと、この目の動き、眼神って言うんですけど、この揺れ方にも違いがあって、これも診断の大きなヒントになるんですよ。で、こちらが日本の専門の学会が決めた正式な診断基準です。見ていただくとわかる通り、A の症状、つまり患者さん本人が感じていることと、B の所見、つまり検査でわかる客観的な事実、この両方が揃って初めて前庭神経炎で間違いないでしょうと診断されるわけです。一つ一つこうやって丁寧にチェックしていくことで、憶測じゃなくてちゃんとした証拠に基づいて診断が下されるんですね。そしてこの数字、見てください。97%。これすごい数字ですよね。奈良県立医科大学みたいな専門の病院だと、めまいの原因をこれだけの確率で特定できるっていうことなんです。つまり、ちゃんと見てもらえば、原因がわからずに不安なままってことにはほとんどならない。これは患者さんにとってはものすごく大きな希望だと思います。さて、ここからはですね、ちょっとした科学ミステリーの時間です。そもそも、なんでこの前庭神経炎って起きるんでしょうか？その原因と最初の段階での治療法をめぐる科学者たちの間の議論を覗いてみましょ原因については、今大きく2つの説がぶつかり合ってるんです。
昔から言われているのが、風邪をひいた後なんかに体に潜んでいたウイルスが神経で悪さをするっていうウイルス感染説ですね。で、それに対して最近注目されているのが微小循環障害説。これは神経に行くはずの血液の流れが止まっちゃう。いわば耳の奥で起きるごく小さな脳梗塞みたいなイメージです。どっちが本当なのか。医学の世界もこうやって常に新しい考えが出てきて面白いですよね。で、この新しい治療が原因じゃないかっていう説の強力な証拠になりそうなのがカビーっていう検査なんです。これ何かというと、体の血管、動脈がどれくらい硬くなっているかを測る検査でして、もしこのカビーの数字が高い人、つまり動脈硬化が進んでる人が前庭神経炎になったら、これはウイルスじゃなくて治療の問題が原因かもしれないぞって考えるすごく大事な手がかりになるわけです。で、この原因がウイルスなのか、それとも治療なのかっていう話、実は治療法に直結するすごく大事な問題なんです。というのも、これまで急性期の治療の主役だったステロイド。これって本当に効いてるのっていう疑問が出てくるからなんですね。つまり、こういうことなんです。もし原因がウイルスによる炎症だったら、炎症を抑えるステロイドは効きますよね。でも、もし血流が止まっちゃう虚血が原因だとしたら、ステロイドを使っても意味がないはずなんです。大きな研究をしてもステロイドの効果があったりなかったり、結果がバラバラなのは多分この2つのタイプの患者さんがごちゃ混ぜになってるからじゃないかと。将来的にはさっきの CAVI のスコアなんかを見て、あなたにはステロイドが効きそうですねとか、あなたは違う治療法がいいでしょうとか、一人一人に合わせた治療、いわゆる個別改良ができるようになるかもしれないんです。さあ、いよいよ物語は最終章です。そしてここが一番希望に満ちたパートになります。辛い急性期を乗り越えた後、どうやって元の生活を取り戻していくのか。その鍵を握るのが私たち自身の脳が持つとんでもない回復力。リハビリテーションの道のりです。この言葉に全てが集約されていると思います。神経可塑性。これ何かというと、脳が自分で自分を変化させて新しい状況に対応していく能力のことです。この力こそが壊れてしまったバランス機能を取り戻すための一番強力な武器になるんです。じゃあ、具体的にどうやって脳を再トレーニングするのかというと、主に3つの柱があります。まず1つ目、視線の安定化。これは頭を動かしても目は一点をじーっと見つめ続けられるようにする訓練ですね。脳の中の GPS をもう一回設定し直す感じです。で、2つ目が感覚の代行。壊れてしまった耳の代わりに目からの情報とか足の裏の感覚をもっと頼りにしてバランスを取るように脳に教え込むんです。そして3つ目が慣れ。あえてちょっとめまいなする動きを繰り返すことで脳の過剰な反応をだんだん減らしていくんですね。これらを組み合わせることで脳は新しいバランスの取り方をもう一度学び直してくれるんです。そうなんです。だから回復っていうのはただじっと待ってれば時間が解決してくれるっていうものじゃないんですね。リハビリを通じて自分自身の脳の回路を自分の力で積極的につなぎ直していく、そういう作業なんです。さて、突然の危機から始まって科学的な診断、そして脳の再トレーニングへと続くこの旅路。ここから私たちが得られる一番の教訓って何だと思いますか？それは、たとえ体の一部、バランスを司る機能が壊れてしまっても、私たちの脳には、それを乗り越えるとんでもない力がもともと備わっているっていうことじゃないでしょうか。だから恐れないでほしいんです。科学を信じて、そして何より自分自身の脳が持つ可能性を信じること。それこそが回復への一番の近道なんだと思います。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。